こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。この動画では発酵食に関する食の、知識や、シンプルで快適なライフスタイルを送るための、方法などについてお伝えしています。で、今回ですね、調味料の選び方シリーズっていうのを動画配信してきたんですけども、実際私がですね、家でどんな調味料を使っているのかっていうのをですねご紹介していただきたいと思いまして、まず一つ目は、市販の調味料ですね。市販の調味料どんなものを使っているのか、というもののご紹介で、またちょっと次回の動画になるんですけども、次の動画では、家で、手作りしている調味料のご紹介、ちょっと2つに分けてですね、ご紹介していきたいと思います。ということで今回は、家で、自宅でですね使っている市販調味料、どんなものを使っているのかっていうのを、見ていきたいと思います。なんでこちらにちょっと並べてみたんですけども、結構ですね実際自分で取り出してみるとめちゃくちゃ少ないなっていうふうに思いました。なんで市販調味料って、ほとんど基本的なものしか使っていないんだなっていうのが、よくわかると思います。でこれ順番に説明していきますけども、まずですね、ここに置いてあるこういう瓶ですね。これは詰め替えているっていうものなので、ここは省くとして、種類的にはまず、油ですね。油、お醤油と、みりん、そしてお酢ですね。お酢。そして、これはオリーブオイル。でこちらがバルサミコ酢ですね。でこちらがお塩なんですが、これがお塩は一応2種類使い分けていまして、こっちが岩塩です。でこっちが普通の海塩ですね。はい。なのであとこっちですね、ちょっと入りきらなかったんですが、酒ですね。日本酒です。ということで、市販の調味料ってそれだけなんですね。油と、醤油と、みりんと酢と塩と酒だけですね。あと味噌とかはもう市販のものではなくって自分で作ったものを使っているので、本当に売っているものを買ってそのまま使っているっていうのはこれだけですね。であとここにちょっと並べてみたのが、ちょっと、市販の調味料ではないんですけども、麹ですよね。これ、岡山県にある名東味噌本舗さんっていうところの、甘酒専用と書かれている麹なんですが、米麹ですね。乾燥の米麹。これいろんな調味料に使っていくので、市販品の一つということで、これ自体は調味料じゃないんですけれども、米麹です。そしてこれもですね、岡山の名東味噌本舗さんのなんですけども、こちらはですね、ひしおの花という、ひしおという調味料を、作っていく時に使うための麹ですね。なので、一応これも市販のもの、買っているものということでご紹介しておきます。これはまたですね、自家製調味料の時に、詳しくご説明したいと思います。じゃあ順番にですね見ていこうと思います。まず油ですね。油は2種類使って、オリーブオイルと菜種油2種類使っているんですけども、菜種油はこの、別に特にこのメーカーにこだわりがあるとかそういうわけじゃないんですけども、とりあえずですね、圧搾法で、見えますかね。ちゃんとこの圧搾法で、絞られている、という製法を使った、菜種油を選んで使っています。結構癖がないので、菜種油はそのサラダ油っていうのを使うよりかは全然同じような感覚で、癖なく使っていただけるような、菜種油ですね。でかつその絞り方が、ヘキサンという薬剤が使われていない溶剤抽出法じゃなくって、ちゃんと圧搾法で絞られていますよっていうものを使っています。で以前はですね、もう
ちょっともうちょっとというかもっとだいぶいいやつを使ってたんですね。実はもっとお値段的にもかなり、これの、3倍4倍ぐらいするようなお値段のものを使っていたんですが、それはですね結構本当に菜種の味がしっかりするような感じでかつもう菜種自体も国産の菜種を使っていても非常にこだわって、作られているものっていうのを使っていたんですけども、ちょっとさすがにですねお値段的に普段使いが難しいというところもあって、普段使う分には、こういったものを使っています。で、これは菜種自体は原産国がですねちょっと日本産ではないんですが、ちゃんと遺伝子組み換えではないというものを、選んで使っております。これは結構ねお手頃な価格なので、普段使いにはこういったものを、使っていくといいかなというふうに思います。で、油も一種類も、オリーブオイルですよね。オリーブオイル酸化しやすいので本当はこんな大きな瓶で買いたくはないんですけれども、これも結構お手軽な感じで、でもオーガニックなものですね。価格的にはそこまで高くないけどそこそこするぐらいな、ものです。なんで家庭で使うにはちょうどいいぐらいのものかなというふうに思っています。はい。で、オリーブオイルですね。決してですねやっぱりこれオリーブオイルに関しては特にこういう瓶に入っている遮光瓶に入っているものを選んでいただいた方がいいですね。プラスチック入りじゃない方がいいかと思います。はい。油は本当にその2種類、あとごま油も使ってるんですけども、ちょっと今、用意がなくて、ごま油は太香ですね、香りがする方のものを、たまに使うぐらいですね。そんなにしょっちゅう毎日ごま油って使うものではないので、たまにちょっと中華風にしたい時とか、若干香り付けをしたい時とかに使っていくので、本当に小瓶に入っているようなものを、置いています。で、たまにちょっと使うっていうぐらいですかね。はい。ということで、続いてはお醤油ですね。お醤油、こちら、ちょっと見るね。よいしょ。お醤油は、これですね。こちらはですね広島県にあります、岡本醤油さんというところの濃い口醤油を使っています。これがですねちょっとこの一升瓶が業務用になるので、市販されているものはもうちょっと小さい瓶でしか市販されていないんですけども、これは一応業務用の岡本醤油さんのお醤油というのを仕入れさせていただいてまして、それを使っています。で、この醤油すっごい美味しいんですよ。本当に香りよくて、もうこの醤油の匂い嗅いだだけでもう何でも美味しくなるみたいな、すっごい食欲湧いてくるような、本当にもうこの醤油の匂いを嗅ぐとお餅が食べたくなるみたいな、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、それぐらい本当に香りがよくって美味しいお醤油です。なので、濃い口醤油って何にでも使っていくので、とにかくこのお醤油、濃い口醤油、普段使いは、何にでもこのお醤油を使っています。で、あとお醤油はですね、もう一種類、私は東海地方の出身なので、たまり醤油っていうのがすごく好きでですね、たまり醤油、使っているんですが、今ちょっと在庫がなくてお見せできなかったんですけども、たまり醤油はですね、愛知県にあります中貞商店さんっていうところの、富水というたまり醤油、たまりですね、がありまして、それを、愛用しております。はい。ということでですね、醤油もほぼ2種類しか使ってないですね。いろんな種類の醤油あると思うんですけども、私はもう本当にシンプルに濃い口醤油がメインで、かけ醤油にはたまり醤油を使っていると、そういった形になります。はい。そして続いてみりんですね。みりんはこちらです。はい。こちらはですね、ちょっと色分かりづらいんですが、かなり、色が濃いみりんなんですね。遮光瓶に入っているので若干見づらいですが、みりんって、結構濃い色をしているものです。で、これがですね、愛知県にあります環境酒造さんというところが、作られている、昔仕込み本みりんというものですね。伝承古式醸造って書いてあったりとか、します。で、原材料としては、もち米と、米麹と焼酎おつ類のみですね。こういった、長年寝かせてある、
しっかりした作りの、みりんを使っております。でこのみりんもですね、みりんは愛知県に行くとすごくいっぱい美味しいみりんいっぱいあるんですが、いつも私が使っているのがこの環境みりんさんっていうところのみりんなんですけど、もう一つすごくおすすめなのが、杉浦みりんさんというところですね。杉浦みりんさんのみりんもすごく、色が濃くてですね、美味しいんです。その2つとも、料理に使うのはもちろんなんですけど、飲んでも美味しいです。飲んで美味しいぐらい、美味しいんですね。はい、なので、そういった、色が濃くて、長年2年とか3年とか熟成されている、ものがおすすめですね、みりんは。なので私は普段使いとしては、この環境みりんさんを使っております。そして続いてお酢ですね。お酢メインは米酢を使いますが、米酢はですね、この、マルカンスさんというところの、純米酢木吹というものを使っています。で、このマルカンスさん、神戸にある会社なんですけれども、こちらがですね、いろんなお酢作られているんですが、この、マルカンスの、純米酢木吹というものがですね、これ見えますかね、整地発酵と書かれています。このやっぱりお酢は整地発酵法で作られたものが、いわゆる天然醸造、しっかり時間かけてじっくり作られているものなので、この整地発酵というふうにね書かれたものを選んでおります。で、この整地発酵のお酢ってなかなか売ってないんですけれども、有名どころで言うと富士酢ってありますよね。富士酢なんかは整地発酵で作られているんですけども、結構富士酢はツーンとした、結構お酢って感じが強い、感じでお酢をこうわーって主張してくるような、お味なんですけども、このマルカースさんの木吹はですね、結構こうまろやかさがすごくってお酢がツーンとするのが苦手っていう方はこのまろやかなお酢すごくおすすめです。結構酢の物が苦手っていう方もですね、このマルカンスさんのこの木吹を使って酢の物を作ると、全然なんか大丈夫かもしれないっていう風に食べてくれる方とかもいるので、まろやかな味がするすごくおすすめのお酢ですね。はい、ということで、でお酢もう一つですね。私はすごくそのバルサミコ酢が好きなので、このバルサミコ酢っていうのも常備しております。バルサミコ酢とお醤油とお塩と胡椒とぐらいですかね、混ぜて、常にこうドレッシングを作って常備していたりします。やっぱりちょっと洋風のものとかサラダにかけるドレッシングとかパプリカにただ浸しておくとか、その程度なんですけども、やっぱり米酢よりもバルサミコ酢の方が合うものとかもありますので、これは常備しています。あと炒め物なんかにもねすごくいいですね。牛肉をお醤油とバルサミコ酢だけで炒める、塩コショウもするんですけど、それすっごい美味しいですね。合います。醤油と合うんです。なのでバルサミコ酢プラス、醤油ってことですごく相性がいいです。なんでお酢は、この2種類ですね使用しております。続いてお塩ですね。塩も2種類、使用しているんですけども、まずこちらは、ですね、ヒマラヤブラックソルトというやつですね。やっぱりお肉を焼いて食べるとき、特に牛肉なんか焼いて食べるときは、岩塩がやっぱり美味しかったりするので、岩塩も常に常備しております。もうこれ大量にあるんでなかなかこれ減らないですよね。もう何年前に買ったかっていうぐらいの感じなんですけど、お塩って賞味期限がなくてずっと持つので、大量に入っているものを買っても全然問題ないですね。はい。で岩塩が1種類と、でもう一つは海塩ですね。で海塩たまたま今回ちょっとこれが在庫としてあるっていうだけで、海塩は結構いろんな種類を、置いていたりした時期もありました。でもですね、いろんな種類をわーって揃えていても海塩は海塩なんで、そんなになんか使い分けるってほど味が正直わかるかって言ったら微妙なところなので、
ちょっとこれいいなって思うものを、こういうちっちゃいパックとかで購入して、で、これをずっと使い続けて、なくなったらまた違うのを買うっていう感じに最近はしていますね。要はいろんな種類のお塩とかを持っておくのもなんかいいんですけど、調味料のことをお話ししていたりするので、もうとにかく調味料の種類がいっぱいありますっていうのもいいと思うんですけど、私はそれ以外にもシンプルライフを実現しているというところもありますので、ミニマリストとかですね、シンプルな生活っていうのを考えていくと、いろんな種類のお醤油って別に置いとく必要ないよねっていうところがあるので、お気に入りのものを一つ置いております。で、お塩はですね、やっぱりこの、裏を見ていただいて、ちゃんと平釜で、やっているかとかですね、そういったところ、この工程のところとかをちゃんと見て、購入していただいていくといいかなと思います。はい。天日塩ですよね。自然塩というものです。これはなんかたまたま沖縄で買ってきたのかな。沖縄の海水 100% 使ってますよみたいなことが売りのお塩ですね。はい。で、あとお酒もありますね。酒は別に対してなんかご紹介するほどのものではないというか、要は、純米酒を使って、料理酒とかではなくって、純米酒です。で、かつ、例えば大吟醸とか吟醸酒とか、そういった、高級なお酒でもなくって、この清酒ですね。清酒で、原材料名が米と米麹だけのものです。要は純米酒というやつですね。こういったものを料理に使っていくのがおすすめです。余分なものが入っていない、米だけで作られている純米酒ですね。はい、ということで、以上なんですけれども、こういった調味料たちをですね、いちいちこの瓶から出して一升瓶とかで買ってたりするので、瓶から出していちいちドボドボってやるのは面倒なので、いつもですね、この辺の、調味料っていうのは倉庫みたいな、ところにしまってあって、常に、食卓に、置いてあるもの、置いてあるものというか、これも戸棚に、しまい込んではあるんですけど、すぐにパッて開けて取れるようなところに、置いてある、感じで、要は、もう全部こうやって詰め替えちゃってるんですね。で、この詰め替え作業って面倒じゃないのって言われたりするんですけども、いちいちいろんなものを違う瓶から出してくる方がやっぱり面倒だと思うんですよね。やっぱりこの大きさとかが全然それぞれ違うので、それを収納しておくのも棚の場所とか、見た目とかもありますし、この調味料をなんかバッて表に出しておくのがちょっと嫌なんですよね。中にはちょっとおしゃれなパッケージのものとかもありますけども、統一性がもちろんないですし、いろんなところで買ってるので統一性を保つってことができないですし、いろんな面でですね、やっぱり詰め替えた方が、使いやすいし、収納もかさばらないし、見た目もいいということで、こんな感じで、同じような容器に、詰め替えております。こちらはみりん、これが油ですね、酒で醤油ですね。よく使うものはこういった形で同じような容器に入れています。で、あと塩コショウですね。コショウのことをご紹介するの忘れたんですけども、コショウは、ちょっとお気に入りのものを使っていますが、コショウと塩もこういう感じで、岩塩はやっぱ見るべきしないといけないので、こういったミル、胡椒も、ちゃんと粉のものではなくって、その時にちゃんと香りが出るようにミル引きの、ものに入れて、この粒のものを使っております。で、あと塩ですね。塩はこんな感じのちっちゃい、これウィッグのガラス容器なんですけども、こういうものに、入れておいて、すぐにパカッと開けてすぐに、もうこのウィッグのガラス容器とかだと、なんていうんですかね、このパッキンとかがあるわけじゃないので、ガボッとかってやらなくてもすぐパッパッパッパって取れるので、こういうものに入れて、置いております。はい。なんで普段使う調味料って実はここだけで収まってるぐらいな感じなんですよね。なのでもうすごく、シンプルです。少ないです。はい。
ということで、もちろんこれだけではなくって、今回ご紹介したのは市販の調味料ですね。これプラス、自分で作った手作りした調味料っていうのがいろいろありますので、それは冷蔵庫の中に入っていたりとかするんですけども、そっちの数の方がもしかしたら多いかもしれないですね。同じぐらいかな、どうかな、わかんないですけれども、次回はですね、その手作りの調味料の方をご紹介していきたいと思います。というわけで、この動画ではですね、シンプルライフについて、あとは発酵食について、そういったテーマで、皆様のお役に立つ情報をですね、発信していきますので、見逃したくないなっていう方は、ぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとですね、概要欄に、動画で学べる発酵食講座というですね、発酵食のことを動画で学べるような講座をリリースしておりますので、それが概要欄の方にリンク貼ってありますので、ご興味ある方はですね、そちらも合わせて見てみてください。ということで今回は以上となります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。